どうしてこれだけインドに投資してるかというところですよね。皆さんにぜひ押さえていってほしいポイントは主に2つあります。皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマはなぜ Google や Facebook がインドに投資するかというテーマです。今日の動画はですね、今後海外で仕事がしたいとか、グローバル人材を目指しているとか、そういった海外に興味のある方、日本のビジネスマンの方はぜひインドの教養として持ち帰っていってください。今日のテーマは改めて Google や Facebook がなぜインドに投資するかということで、米国のね、一流大手企業、Google、Facebook、そして Amazon といったそういった大きな企業が近年インドに多額の投資をしてるんですけれども、今日は簡単にどうしてこれだけインドの市場が注目されているかということを、ざっくばらんに皆さんにシェアしていきたいと思います。今日はね、簡単に、ビジネスの教養ということでね、ちょっと難しい話なんですけれども、ぜひ最後まで見ていってください。まずね、最初に簡単にここ1年ぐらいのアメリカの企業の、インドへの投資の事例を皆さんと簡単にシェアしたいんですけれども、一番最近のだと7月、Google がですね、この5年から7年かけて約100億ドルをインドに投資すると、こういった発表をしました。で今ですね、Google の CEO のサンダー・ピチャイさんというのは実はですね、インド出身の方なんですよね。かなり優秀な方で、今度また動画とかでシェアしたいんですけれども、インドの市場のデジタル化について、Google は注目していて、今後ね5年から7年かけてこれだけの金額を投資していきたいと、そういった発表がありました。その他ですね、今年発表があったのは Facebook ですね。 Facebook が大手通信会社リライアンスジオプラットフォームの株式を 9.99% 持ったと、約6100億円相当だということで、このインドの EC 事業ですね、これに投資をしていくと、こういった発表もありました。さらにですね、実は Amazon もインドに投資を検討していて、今年の頭ぐらいにですね、インドの方に投資をすると、Amazon の方からも発表がありましたね。こういった形でいろいろなGoogle、Facebook、Amazon といった有名な大手 IT 企業ですねがここぞとばかりにインドに投資してるんですけども、どうしてこれだけインドに投資してるかというところですよね。皆さんにぜひ押さえていってほしいポイントは主に2つあります。で1つ目なんですけれども、インドの市場のポテンシャルについてですよね。皆さんもしかしたら知ってる話かもしれないんですけれども、改めて皆さんとシェアしていきたいと思います。1つ目のインドの市場のポテンシャルというところなんですけれども、今回一番注目されているのがインターネットユーザーの人口数、ここですね。実はですね、インドというのは中国に続いて第2位のインターネット人口数というのがあります。要はインターネットユーザーがとにかく世界的に見ても多い国なんですよね。その数はなんと5億6000万人ということで、日本の人口の5倍か。日本の人口の5倍の人がインドでインターネットを使っていると。1位の中国は9億人なんですけれども、それに続いて第2位なんですよね。しかもこれのすごいところは、インドの5億6000万人というのはまだまだこれから伸びる可能性があるというところなんですよね。インドの人口というのは13億人いまして、まだまだこの数というのは実は半分ぐらいなんですよ。なのでまだまだインドの人口と比較してもインターネットユーザーは増えるだろうと、こういうふうに注目されているわけなんですよね。でさらに注目されている点としては、この今後インドの市場が伸びていった先、例えば10年後2030年、インドの人口というのは実は他の国と比べてもまだまだ若いわけなんですよ。例えばアメリカや中国といった大きな経済大国あるんですけれども、2030年の中央年齢、それぞれの国の中央年齢を比較した時に、アメリカ中国というのが大体ね平均40歳ぐらい、アメリカが40で中国が42なんですけど、インドはなんと10年後2030年も中央年齢が31歳ということで、まだまだ人口としても若いわけなんですよね。でさらにもう一つ注目されているのが、実はインドというのはこの中間層、いわゆる中間層の購買力ですね、要はお金を持っている人たちの人口というのが今後増えていくというふうに統計で出ています。一つの統計によると、2030年までに約5億人がいわゆる中間所得層として購買力を持っていくだろうというふうに言われています。つまりこれだけいろいろ言うと、このインドの市場のポテンシャルというのは、これからインターネットユーザーも増えるだろうし、さらにこのインターネットユーザーの中央年齢というのはとても若いと、さらにこの人たちが購買力を持ってくるだろうと、こういうふうにね三段重ねで期待かけられている市場なわけなんですよ。これはもう行くしかないという形で、いろいろな国、アメリカに限らず中国とかね、そういうところの大手 IT 企業がバンバン投資してるわけですよ。日本でもね、例えばソフトバンクとかも一部インドの企業に投資をしています。ここまでが一つ目の理由ですね。
で2つ目の理由なんですけれども、実は中国との関係性、ここですね、中国の話が出てきます。中国とインドというのは人口構成が似ていたりして、非常に市場の様子が似てると、全然違うところもあるんですけれども、人口サイズが似てるということで非常に注目されたりとか比較されやすい市場になっています。で、実はですね、中国の GDP はちょうど20年前が今のインドと同じぐらいで、この20年の中国の市場の伸びを見た時に、インドももしかしたらこれぐらいガーって伸びるんじゃないかみたいな感じで注目されているわけなんですよね。で、さらにですね、実はコロナウイルスの影響があってから世界的に見ても実は中国の企業というのはちょっとなんていうのかな、仲間外れにされているというか、ちょっと嫌がられてる傾向がありますよね。インドでも中国系のアプリが禁止になったりとか、アメリカでも一部中国系のアプリの利用を禁止するような動き出ていますよね。こういった感じで世界としてはあまり中国市場にあまり応援したくないみたいな、こういった時流があるわけなんですよ。で、実際に中国というのは自国の IT 企業で自分たちのマーケットを成長させてきましたよね。つまり他の国の投資っていうのは中国にはなかなか入ってこれないわけなんですけれども、インドの市場というのはかなりオープンになっているわけなんですよね。なのでこれから世界的に見ても伸びていくだろうという期待がかけられていますし、さらにこの中国の市場というのは他の国からあまり応援されていない、応援しにくいとかね、自国でマーケットを固めているとか、そういった事情もあってオープンなマーケットであるインドに非常に注目が集まっていると、こういった理由があるわけなんですよね。なので1つ目の理由であるインドの市場のポテンシャルがすごく大きいということと、2つ目は中国との関係性で、中国の企業があまり今他の国に応援されていない分、その応援というのはインドに来ると、こういった流れもあるわけで、インドの市場というのは大変注目されているといったところですよね。なんですけれども、もちろんインドの市場にもリスクというのはありまして、例えば最近だとこのコロナウイルスの状況、インドの感染者数世界的に見ても増えてますよね。なかなかこの感染者数が収まる目処というのは正直言うと立っていません。さらにですね、このインドというのは、多宗教だったりとか多言語だったりとか、大きな世界一の民主主義国家ということで、もちろんその自由とかもあるんですけれども、一方でその市場の複雑さというのもとても注目されているわけなんですよね。実はね、インドで英語を使って話せるビジネスマンというのは、1億人程度ぐらいしかいないわけなんですよ。なので実は本当に13億人にリーチしようと思ったら、あらゆる言語を利用したりとか、あらゆる小文化に合わせていろいろカスタマイズしていかなきゃいけなかったりとか、そういった難しい点もいろいろあるわけなんですよ。なので一概にインドにガーンってお金を入れたからといってすぐお金が返ってくるとかハッピーっていう風になるかというと、そんなに簡単な話ではないかなとは思うんですけれども、その第一歩としてね、これだけいろいろなアメリカとか中国の企業とかもインドに投資しているわけなので、こういった世界的な流れというのはぜひ皆さんに知っていってもらえると嬉しいなと思って、今日はちょっと動画にしてみました。ということで、アメリカのね、Google や Facebook がインドに注目している理由としては、一つ目はそのインターネットユーザーの市場のポテンシャルがとても大きいということ、そして2つ目は中国との関係性で、他の国の応援を今受けやすい状態になっていると、こういったところが挙げられると思います。ということで今日はちょっとビジネスの話をねしたんですけれども、日本の企業もね、こういったインドの成長に合わせて投資とか事業進出とかそういったところでね、何かしらチャンスを生かしていけるといいなと思っているので、もし何か知りたいこととかリクエストがあったらぜひねコメント欄とかに書いてもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、評価ボタンとコメント、そしてチャンネル登録をお願いします。